第1章平穏な午後の着信音。鈴木佳代、53歳。夫隆が長期の海外出張に出てから1月が経つ。一人には広すぎるリビングで丁寧にドリップしたコーヒーの香りだけが満たされない時間の隙間を埋めていく。彼女の最大の楽しみは遠方の大学に通う一人息子健太からの連絡だった。つい先ほども佳代はスマートフォンの画面を眺めては一人で頬を緩ませていた。健太が所属するサークルのプレゼンテーション大会の様子を SNS に動画として投稿していたのだ。以上で僕たちの提案を終わります。ご清聴ありがとうございました。マイクの前で堂々と、しかし少し照れくさそうに頭を下げる息子の姿。幼い頃は人前で話すのがあんなに苦手だったのに、いつの間にか自分よりも低い落ち着いた声で大勢の聴衆を前にしている。あの声、夫と自分の双方に似た響きを持つ自慢の声だった。あんなに小さかったのにね。佳代はその動画のリンクを出張中の夫の LINE に送った。あなたも見て、健太、立派になったわよとメッセージを添えて、既読はまだつかない。午後3時過ぎ、キッチンのシンクを磨き上げ、一息つこうとしたその時、リビングに置いていた佳代のスマートフォンがけたたましい着信音を鳴らした。普段の電話とは違うけたたましいデフォルトの呼び出し音。手に取るとディスプレイには非通知設定の4文字が光っている。営業の電話だろうか。佳代は小さくため息をつき、いぶかしみながら通話ボタンをスライドさせた。第2章息子の声。もしもし。電話の向こうはザーッというひどい雑音に似ていた。まるで強風の中、あるいは高速道路の脇で話しているかのようだ。もしもし。どなたですか。佳代がもう一度呼びかけると、雑音の向こうから耳を疑う声が聞こえてきた。母さん？俺健太だけど。その声に佳代の心臓がドキリと跳ねた。間違いない。先ほど動画で聞いたばかりの紛れもない息子の声だ。しかしその声は恐怖に引きつり、明らかにパニックを起こしていた。いつもの落ち着き払った様子とは似ても似つかない切羽詰まった響きがあった。健太？どうしたの？あなた今大学じゃ。母さん。どうしよう。声は佳代の言葉を遮った。事故を起こしたんだ。人を跳ねちゃって。その言葉が鼓膜を突き抜けた瞬間、佳代の全身の血が凍りついた。頭が真っ白になり、シンクの冷たい円を握りしめる手に爪が白く食い込む。第3章パニックと焦燥。怪我は？あなた怪我はないの？俺は大丈夫。でも相手が偽の健太は泣き出しそうな声で畳みかける。相手は幸い骨折だけで済んだけど、今警察を呼ぶとか大学に連絡するとかで言葉が途切れ、息を飲む音が聞こえる。もしこれが公になったら、警察沙汰になったら、大学が退学になるかもしれないって。退学。その一言が佳代の思考を停止させた。あの子がどれだけ努力してあの大学に入ったか。 SNS の動画で見たあんなに輝いていた息子の未来が今この瞬間に壊されようとしている。それで相手の人が示談にしてくれるって言うんだけど、声にわずかな希望がこもる。佳代は受話器にすがりついた。いくらなの？いくら必要なの？ごめん母さん、今日中に500万円必要で。500万円。佳代はめまいを覚えた。夫は海外、すぐに連絡は取れない。銀行の定期預金を解約すればなんとかなる。夫には後で説明すればいい。息子の人生には変えられない。わかったから。健太、落ち着いて、お願いだ。母さんしかいないんだ。本当にごめん。息子のおえつ混じりの声が佳代の決断を後押しした。その時、佳代の脳裏に数年前の苦い記憶が蘇った。健太が高校生の頃、一度だけ深夜に無断で外出し、朝帰りをしたことがあった。佳代は友人関係を過剰に心配するあまり、健太を問い詰め、警察に相談するかのような剣幕で叱りつけてしまったのだ。母さんは、俺のこと、信じてないんだな。そう言って自室に閉じこもった息子の背中。あの時、自分は息子を信じてあげられなかった。今度こそ、私がこの子を信じて、守ってあげなくちゃ。この過去の後悔が、佳代の冷静な判断力を奪う、強力なバイアスとなった。第4章、悪魔の巧妙な指示。
口座番号、わかるの？相手の弁護士さんの口座らしい。今から言うから、メモしてくれ。かよは震える手で、キッチンカウンターにあったメモ帳とボールペンを掴んだ。偽の健太が、震える声で銀行名と支店名、そして口座番号を告げる。三葉銀行、中野支店。123万4567名義は、伊藤隆法律事務所。かよはそれを必死に書き留めた。わかった。今すぐ銀行に行って、振り込んでくる。あなたはずっとそこにいるのね。ありがとう母さん。本当に。ありがとう。安堵したような声が聞こえ、かよもわずかに息をつく。だが、相手は続けた。それと、お願いがあるんだ。電話は、絶対に切らないでくれ。今、警察も近くにいるかもしれないし、相手の弁護士も俺を疑ってる。ちゃんと振り込むってところを見せないと、示談が取り消しになるかもしれない。わかったわ。切らない。あと、銀行員の人に、窓口で振り込め詐欺じゃないかって、絶対聞かれると思うんだ。もし聞かれたら、家のリフォーム代の全金だって言ってくれ。絶対に、事故のことは言わないで。わかったね。念を押すような強い口調。そのあまりに具体的で、巧妙な指示。パニックに陥っていたかよは、そうか、銀行員に止められたら大変だ。健太はそこまで考えているんだと、息子のために、冷静に対処しなければ、と強く思った。疑う余地など、一瞬もなかった。わかったわ。大丈夫よ。母さんに任せて。リフォーム代ね。覚えたわ。かよは、受話器を耳に当てたまま、通帳と印鑑、キャッシュカードを収めたポーチを掴んだ。コートを羽織り、玄関を飛び出す。午後3時半、銀行の窓口が閉まるまで、あと30分しかない。第5章、小さな違和感。かよはタクシーを拾おうと、大通りに向かって早足で歩いていた。受話器を肩と耳に挟み、スマートフォンのスピーカー越しに、息子の声を聞きながら、必死に頭を整理する。銀行に着いたら、まず定期預金の解約、それから振込用紙を。電話の向こうでは、偽の健太が母さん、まだ？あとどれくらい？と、焦燥感を煽り続ける。その時だった。ふと、電話の向こうで絶え間なく聞こえ続けている雑音が、かよの耳に止まった。さっきから、同じ音がする？ザーッというロードノイズに混じって、遠くでクラクションのような音が聞こえる。しかし、そのクラクションの音の感覚と音色が、まるで録音されたもののように、一定のリズムを刻んで繰り返されている気がした。気のせい？いや。でも、そして、もう一つ、かよの知る健太は、幼い頃から冷静沈着で取り乱すことが少ない子だった。もちろん、これほどの事態ならパニックになるのも無理はない。だが、さっきから何度も母さん、母さんと、まるで幼子のように自分を呼ぶだろうか。あの子は、もっと肝が据わっているというか、小さな違和感だった。しかしそれは、パニックという濁流に飲み込まれかけていたかよの意識を、寸前で引き止める杭となった。第6章母だけが知る合言葉。かよは、横断歩道の前で、足を止めた。青信号が点滅している。銀行へ向かわなければならないという強烈な焦燥感。そして、今まさに芽生えた、冷たい疑念。二つの相反する感情が、かよの頭の中で激しくぶつかり合う。もし、これが、万が一、嘘だったら？いいえ、あんなにそっくりな声が、嘘なわけない。でも、もし、かよは、急速に頭が冷えていくのを感じた。今、この場で、確かめなければならない。彼女は覚悟を決めた。あえて平静を装い、震える声を押さえつけて、かよは口を開いた。ねえ、健太、何？母さん？急いで、銀行に行く前に、一つだけ教えて。なんだよ。今それどころじゃ、大事なことよ。かよは、ハンドバッグの持ち手を強く握った。あなたが小さい頃、うちで飼ってた犬のポチいたでしょう。あの子に、何をあげるのが夢だって言ってたか、覚えてる？第7章狼の尻尾。電話の向こうで、相手が一瞬、完全に沈黙した。雑音だけが、ざーっと響く。焦りが、沈黙によって増幅される。は？ポチ？相手の声が、かすかに上ずる。何言ってんだよ母さん。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。人がどうなるかって時に、明らかに動揺し、激高している。かよは、その反応を見て、
疑念が確信に変わっていくのを感じた。だが、まだだ。かよは冷静に繰り返した。大事なことよ。答えて。覚えてるでしょ？相手は言葉に詰まった。そして、数秒の苦し紛れの沈黙の後、やけくそのように叫んだ。ステーキだろ。高級なステーキ。何でもいいから早くしろよ。その瞬間、かよの全身から力が抜けた。違う。答えは、ステーキではない。あの子は、食いしん坊だったポチを眺めながら、いつも言っていた。大きくなったら、ポチに、メロンパンを丸ごと1個あげるのが夢なんだ。ケンタと自分。そして亡くなったポチ。家族しか知らない。ささやかな思い出。この電話の相手は、ケンタではない。詐欺だ。第8章逆転の一言。詐欺だ。そう確信した途端、さっきまでのパニックが、嘘のように引き、代わりに氷のような怒りがこみ上げてきた。息子の声で、息子の未来を人質に、この男は私を騙そうとした。相手は、かよの沈黙を焦りだと勘違いしたのか、なおも母親の弱みをつこうと必死に叫び続ける。おい、聞いてんのか？母さん。俺を見捨てる気か？早くしないと、本当に退学になるんだぞ。あんたのせいで、ふざけるな。と、相手が罵声を浴びせようとした。その時、かよは、スマートフォンの画面をタップし、通話録音のボタンが赤く作動していることを冷静に確認した。そして、氷のように冷たく、はっきりとした声で言い放った。あなた、ケンタじゃないわね。は？今までの会話、すべて録音させてもらったわ。その、伊藤隆法律事務所という、ふざけた名前の口座番号もね。電話の向こうで、相手が息を飲む音が聞こえた。これから、この録音データと口座番号をすべて持って、警察に通報します。私の息子の大切な声を、二度と使うな。次の瞬間、クソババアがという汚い捨て台詞と、受話器を叩きつけるような轟音とともに、電話は一方的に切れた。第9章真実の確認。静寂が戻る。かよは、その場に立ち尽くしたまま、全身の力が抜けていくのを感じた。心臓がまだ、バクバクと激しく脈打っている。あと少し。あのまま銀行に駆け込んでいたら、500万円は消えていた。ケンタ、震える手で、今度はスマートフォンの履歴から、ケンタ本人の携帯番号をタップする。数コール後、スピーカーから聞こえてきたのは、いつもののんきな息子の声だった。もしもし？どうしたの母さん。珍しい時間に、何？声震えてるけど、てか、俺、今サークルの部室で昼飯食ってるとこ。その言葉を聞いて、かよの目から涙が溢れ出した。よかった。よかった。無事だったのね。かよは泣き崩れながら、さっきまでの出来事を説明した。ケンタは最初、何を言われているのかわからない様子だったが、次第に事態を理解し、絶句した。俺が事故？ 500 万？何それ？怖すぎるだろ。本当にあなたの声、そっくりだったのよ。てか、ポチの夢って、メロンパンじゃん。懐かしいな。そこで、二人は同時にハッとした。あ、母さん。まさか、ケンタ、あなたが SNS に投稿した、あのプレゼンの動画。そうだ、あの動画が、AI の学習機能によってクローンされ、悪用されたのだ。息子の輝かしい成長の証が、卑劣な犯罪の道具にされた。二人は、声の出ない恐怖を共有した。第10章を守り抜いた日常。すぐに警察に電話するわ。かよは、警察相談専用電話、9110にダイヤルした。事情を説明し、録音データと詐欺師の口座番号を、すぐに最寄りの警察署に証拠として提供することを約束した。お母さん、本当に冷静な対応でした。その合言葉が、500万円という大きなお金を守りましたね。警察官は、かよの起点を称賛した。AI による音声クローニング詐欺は、今、まさに日本で急増している手口なんです。ご家族で合言葉を決めておくというのは、非常に有効な対策です。電話を切った後、かよはすぐにケンタにかけ直した。ケンタも自分の声が犯罪に使われたことにショックを受け、SNS への音声や動画の投稿が持つリスクを痛いほど再認識していた。ごめん母さん、怖い思いさせて。すぐにあの動画、鍵かけるよ。いいのよ。あなたが無事なら、危うく失いかけようとしていた日常と、夫と二人で築き上げてきた大切な資産。それを守り抜いたかよは、
自宅に戻り、震える手で温かいお茶を入れた。受話器の向こうから聞こえる本物の息子の声。それ以上の安心がどこにあるだろうか。佳代は家族の静かな絆を胸の中で強く握りしめた。法律 Tips コーナー。今回のケース、本当に恐ろしい手口でしたね。もし佳代さんが機転を利かせなければ、500万円もの大金を失うところでした。この AI 音声クローン詐欺は、オレオレ詐欺の最新型であり、もちろん犯罪です。今回のポイントになった法律を見ていきましょう。刑法第246条詐欺罪詐欺未遂罪。今回のケースのように、AI で合成した偽の音声を使って、家族の緊急事態を装い、相手を騙して金銭を振り込ませようとする行為は詐欺罪にあたります。佳代さんは送金する寸前で気づいたため、犯人たちの行為は詐欺未遂罪となる可能性が極めて高いです。これらは10年以下の懲役に処される重い犯罪です。では、もしこのような電話がかかってきたらどうすればよいのでしょうか？対策1、家族だけの合言葉を決めておく。今回の佳代さんのように、本人しか知り得ない質問を日頃から家族で決めておくことが非常に有効な対策となります。例えば、昔飼っていたペットの名前、家族旅行で一番楽しかった場所、おばあちゃんの得意料理など、他人には絶対に推測できない質問を用意しておきましょう。対策に、緊急事態こそ一度電話を切る。相手が電話を切るなと指示するのは本人に確認されるのを防ぐためです。どれだけ焦る状況でも、わかった、すぐ用意すると一度電話を切り、必ずあなたが知っている本人の元の電話番号にかけ直してください。もし電話に出なくても焦らず他の家族にも相談しましょう。対策3、SNS への音声動画投稿のリスクを知る。便利な SNS ですが、自分の声や家族の声を公開することは AI によるクローニングの材料を提供してしまうリスクも伴います。不特定多数に公開する設定を見直すなど、セキュリティ意識を高く持つことも大切です。警察相談専用電話9110。少しでもおかしいなと思ったら、焦って振り込む前にすぐに警察相談専用電話9110に電話してください。24時間専門の相談員が対応してくれます。あなたの冷静な行動があなたの大切な資産を守ります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター、消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。